俺の実家は東北の山間にある小さな村だ。今は東京で暮らしてるけど、夏の帰省の時だけポツンと残った家に泊まることにしている。俺が中学生だったある年の夏、盆が近づいたある晩、ばあちゃんが急にこんなことを言った。今年はお前提灯持ちに出る番だ。提灯持ちって言われても正直ピンとこなかった。地元じゃ当たり前の行事らしくて、村の中学生が順番で手伝うお盆の迎え火らしい。夜8時ぴったりに集会所に集まり、山の道を登っていく。あかりは手に持った細長い提灯一つ。それをなるべく高く掲げて歩けと大人たちに念を押された。絶対に途中で下げるな。提灯の明かりで帰ってくる者たちが道を間違えずに済むんだ。そんな風に妙に真面目な顔で言うもんだから、俺も半信半疑ながら村道を登っていった。一緒に歩いたのは同じ年の裕二と義人。三人とも正直くだらねえって顔だった。提灯を持って歩くただの散歩みたいなもんだろうと。でも道の途中で裕二が急に止まっていったんだ。なあ、こっから先猿の藪通るんだよな。猿の藪、俺たちが子供の頃から絶対に入っちゃいけないって言われてた場所だった。正式な名前なんてない。小さい頃から猿の藪って呼ばれてた。昔猿回しの一座が住んでたとか、病気が流行って一家が消えたとか、いろいろ言われてたが、はっきりしたことは誰も知らなかった。俺たちの足元には提灯の火が揺れてた。月も隠れて山は真っ暗だった。裕二が言う。なあ、提灯一旦消してみねえ。ふざけんなよと言ったけど、義人もニヤニヤして乗り気だった。中二の悪ノリだった。俺たちは言いつけを破って提灯の火をそっと吹き消した。次の瞬間、空気の音が変わった気がした。虫の声も風もぴたりと止まった。なあ、義人、裕二。返事がない。周りは闇しかなかった。さっきまですぐ近くにいたはずの二人の気配が全くしない。足音すら聞こえない。不意に真横からカシャンという金属の音がした。猿回しが使ってたとされる鈴の音に似ていた。息が詰まる。
心臓がドクドク鳴っていた。再びカシャン。闇の中、すぐ後ろで気配がした。逃げようにも足がすくんで動かなかった。そこで突然ユウジの声が聞こえた。おい、おい。提灯の火がまたパッと灯った。ユウジが火をつけ直したのだ。周囲の闇が少しだけ引いた。お前、どこ行ってたんだよ。と俺が怒鳴ると、ユウジは青い顔でこう言った。俺が聞きたい。お前、ずっと立ったまま何にも言わなかったんだぞ。そして、義人がいないことに気づいた。どこを探しても、声をかけても返事はなかった。大人たちが来たとき、俺たちは泣きそうだった。火を消したのか。村の年寄りがぽつりとつぶやいた。迎え火は戻ってくる者のためだけじゃねえ。この世に戻っちゃいけねえもんを照らさないための火でもあるんだ。義人は朝になって村の入り口で見つかった。ひどく怯えた顔をしていて何も喋らなかった。その年を境に俺たちは提灯持ちを誰にも勧められなくなった。今年もまたあの村に帰る。もう誰も提灯持ちなんてやっちゃいない。でも夜の道を歩くとふとカシャンとあの音がする気がして、俺はいつも振り返ってしまう。それでも誰もそこにはいないのだ。おしまい。